前回流木を使ってレイアウト変更した水槽なんですけど、すでに低床の砂が山になったりしてしまっているわけなんであります。というわけで、この水槽の中の一部のシクリットが穴掘りが好きみたいで、砂をほじくっては吐き出す。本当にやめてもらいたいんですけど、そんなことを繰り返しているわけなんであります。そんな感じのマラウイ湖原産のムブナ系シクリットの混泳する水槽なんですけど、すでに繁殖活動が始まっているということで、現在1匹のメスを隔離しているわけなんであります。以前別のメスを隔離したところ、すぐに子供たちを吐き出したわけなんですけど、今回は結構時間がかかっているわけなんであります。本当にですね、吐き出し予定日がよくわからないわけなんですけど、無事に出てきましてですね、今回はなんと子育ての様子を撮影することができたわけなんであります。というわけで、後ほどその様子をご覧いただきたいと思います。お友達の誕生日にしたんですけど、こんなところにラクダがいるんですけど、これはなんか関係あるんですかね。というわけで、小僧をお誕生日会場に置いて我々はショッピングモールに来たわけなんですけど、アクアリウムショップのようなものがあったのでちょっと寄ってみたわけなんであります。なんかちょっと怖いですね。何か考えていそうですねってことで、ここではどんなお魚が売っているんでしょうか。当地で今まで見た中では一番水槽の数が多いような気がしますけどね。というわけで端から見てみたいと思うわけなんですけど、まずは普通のオスカーを飛び越してアルビノのオスカー。ノーマルタイプのやつはいないわけなんですけど、お値段はだいたい1300円。というわけで次はざっくりと書いてありますけど、グラミー。どうやら3種類ぐらいいるみたいですけど、これは3スポットグラミー。触覚みたいなヒレがいいですね。こちらはオーストラリアンレインボーって書いてありますけど、550円ぐらいで売っています。とっても可愛い魚でいいですね。そして久しぶりに見たんですけど、パンチャックス。東南アジア編でこれじゃないんですけど、ブルーパンチャックスをタモ網で捕まえましたね。そんなわけでこのイエローパンチャックスは1000円ぐらいしてしまうわけなんであります。これは最近ご当地でカゴ網で捕まえているなんとかバルブに似てますけど、東南アジアのお魚ってことでシックルフィンバルブ。1匹1400円ぐらいになりますね。やっぱりタモ網で捕まえた方がいいですね。というわけで、あとは金魚みたいなやつもいたんですけど、魚以外の品揃えは日本のホームセンターの熱帯魚売り場と同じぐらいかなって、そんな感じなんですけど、ほとんどチャイナから来てるんじゃないかなと。そんなわけで何か買うものないかなと思ってたんですけど、ちょうどいいタイミングなんですけど、底面ろ過のセットがありましたってことで、これを買って帰ったわけなんですけど、3000円ぐらいするんですよね。買いたくないけど買ったわけなんであります。さあ、というわけでマミーを熱帯魚屋さんに付き合わせてしまったってことで、次はケーキを食べようってことになったわけなんであります。そんなわけでなんか出てきましたけど、よく大きさがわからないかもしれませんけど、日本のものの3倍ぐらいあるわけなんであります。値段は1つ800円ぐらいするってことで、底面フィルターよりちょっと安いかなと。さあ、場所は変わって小僧の空手教室の間にマミーとお茶でも飲もうかというところなんであります。ちょっと予想以上に猿がいるってことなんですけど、あまり気にしてるとやはり気になるってことで気にしないようにしようと。さあ、何食べてるんですか。何を食べるか、こっちに向かってます。こっちに尻尾長いね。近すぎるんですけど、ほとんどね、美しい色をした部分があるわけなんです。ほら、見た。赤ちゃんないし、お母さんと子供。そんなわけで、これはお猿さんとの共存ですかね。いたずらしてくるわけではないので問題なかったんですけど、マミーは若干落ち着かなかった様子だったわけなんであります。というわけで、先ほどはお猿さんの親子がいたわけなんですけど、こちらはムブナ系シクリットのお母さんということで、このお母さんの口の中に隠れている子供の出待ちをしているわけなんであります。
多くの種類のシクリッドがマウスブルーダーであることが知られているわけなんですけど、このレッドゼブラムブナもまた口の中で子育てをするということなんであります。そんなこともあって、子供が口の中にいる間はすごい警戒心が強いんですね。そんなこともあってですね、お母さんの口からこちらが気がつかない間に子供が出てしまったわけなんであります。そうは言ってもそんな瞬間取れませんよね。そんなわけなんですけど、これからお母さんの口から子供が出たり入ったりする、そんな状況になるってことで、その瞬間を狙っていたわけなんであります。子供がお母さんの口に入りましたね。なんとなく餌を食べているのとそんなに変わらないような状況だったわけなんですけど、子供も普通な感じでお母さんの口に入っていきますからね、良好なコミュニケーションが取れているような気がするわけなんであります。子供を吸い込むと顎の下が膨れますけど、割と口の中のキャパシティがいっぱいなんですかね。全部の子供を口の中に含んだところを見たことがないわけなんであります。毎回いくつか残ってたりするんですけど、とにかく慌てることはなく落ち着いて子供を吸い込んでいるわけなんであります。やはり有事の時には落ち着いた行動が大切なんであります。子供たちが口の中にいるときには、やはりお母さんの顔をしていますね。ところで、子供たちはどんな様子で口の中にいるんでしょうかね。かなり限られたスペースだと思いますけど、同じ向きで整列したりしてるんですかね。ネットで調べたんですけど、わかりませんでした。先ほどの映像では吸い込まれる子供はみんな頭から入っていきましたね。では吐き出される時にはどうなのか、そこを確認したいわけなんですけど、警戒心が強くて子供を吐き出さないわけなんであります。子供を吸い込む瞬間っていうのは割と簡単に撮影できるんですよね。反対に子供を吐き出す時っていうのはお母さんにこちらの存在がバレてはならないわけなんであります。というわけで対策を取ったわけなんですけど、こちらにライトが当たるとシクリッドのお母さんにもこちらが見えますからね。黒い何かで水槽の上部を覆いたかったんですけど、黒系の紙がなかったんで、もののけ兄さんの黒いタンクトップを使いました。そんなわけで自分のアイデアとしては最高だったってことで、おそらくシクリッド母さんからはこちらが見えなくなったわけなんですけど、その分隣の水槽が気になるようになったってことで、こちらのコンビクトシクリッドに戦いを挑むようになってしまったわけなんであります。そんなわけで対策その2ってことで、2つの水槽の間に仕切りを用意したわけなんであります。というわけで戦う相手がいなくなったわけなんですけど、やはり用心深いですね。そんなわけで周囲の偵察は欠かせないわけなんであります。迫りうる脅威がなくなったってことで、今にも子供を吐き出しそうなお母さんなんですけど、やはりその瞬間は突然にってことで、ご覧の通りすでに吐き出しちゃったわけなんであります。向こう側向いてますからね、よくわからないわけなんですけど、安全なところで子供をリリースしたいと思ったんでしょうね。さあ、というわけで今回撮影した最高のシクリッド親子のとても平和な姿を見ていただきたいわけなんであります。ご覧の通りなんですけど、こんなに魚が知的に見えるっていうか、なんとなく哺乳類のお母さんと変わらないですよね。優しいお母さんにしか見えないわけなんであります。そんな優しいお母さんの子育てを見たいってことで、ちょっとライトを使って撮影したりするわけなんですけど、ちょっと子供たちを吸い込むところを見てみたい。
やはり子供たちは抵抗せずに頭から入っていくわけなんであります。まあちょっとわからないですけど、お互いに吸い込んだり吸い込まれたりするときはどんな気持ちなんですかね。やはりお互いに幸せを感じているんでしょうか。まあとにかく本能っていうのはすごいわけなんですけど、子供を守ろうとするセンスは学ぶところがある部分なんであります。なんとなくこの辺が今回撮影できた一番ナイスなところ、そんな感じがしますねってことで、そのまましばらくご覧いただきたいわけなんであります。というわけで、もう少し喋りますけど、このお母さんシクリットは、レッドゼブラムブナってことで、オレンジ色の魚なんですけど、では、子供たちはどうかというと、明らかに2種類の全く違う色合いの個体が存在するわけなんであります。今、餌を入れてみたんですけど、早速子供たちが食べようとするんですけど、お母さんの安全確認が終わってないってことで、一旦親子みんなで引き上げたようです。本当に用心深いお母さんですね。周囲の様子を確認しています。お母さんによる安全確認が終わったってことで、まずはお母さんから食べ始めるわけなんであります。というわけで、先ほどの2種類の色の違った子供たちがいるという話なんですけど、ざっくりと黒っぽいやつと白っぽいやつがいるわけなんですけど、こうなると推測されるのが、お父さんはブルーゼブラムブナってことなんですけど、彼が水槽内を支配していたので、ほぼ間違いがないのではと考えているわけなんであります。このレッドゼブラムブナとブルーゼブラムブナは学名も違うということがありますけど、別の種類なんであります。というわけで今回掛け合わせのシクリットができてしまったということで、若干微妙な感じがするわけなんですけど、とにかく成長するのが本当に楽しみですね。ちなみに当地のムブナ系シクリットの情報なんですけど、特にこのお母さんムブナはシンガポールで養殖された個体を当地で繁殖させた個体なんですけど、そういったことはレアケースで、アクアリウムショップで販売されている場合はシンガポールから輸入されたものということで間違いがないようなんであります。まあそんなわけで原産地を考えると、アルカリ性の水が飼育水には適しているってことなんですけど、東南アジアでブリードしている現場ではベアタンクの水槽で水質は気にしないでやってますからね。というか成長する段階でもそんな状況で育ってますんで、実は pH に関してはそんなに気にしなくていいことが実証されているわけなんであります。まあそうは言いますけど、なるべく原産地に近い状態にしたいって、そういった発想っていうのはごく自然なものだと思いますけど、まあそんなこともあってレイアウトにはサンゴ石を使ったりするわけなんであります。一方で、サンゴ石を使ったレイアウトなんですけど、やはり隠れ家になってしまうってことで、オスのテリトリー意識が芽生えてしまうわけなんですね。そんなこともあって、東南アジア編では隠れ家のないシクリット水槽にしていたんですけど、さらにはオスだけで若干過密にすると、争いのない平和なシクリット水槽ができるってことなんですけど、現在のもののけ兄さんのマラウイコ原産シクリット水槽は、その真逆を言っているわけなんであります。ただし、その結果もあって、このようにムブナの繁殖が見れたってことで、十分に満足しているわけなんですけど、とにかくシクリットの飼育方法は一つではないわけなんであります。というわけで、私的にはこの親子の映像は全く飽きないわけなんですけど、皆さんはどうでしょうか？同感していただける方は、ぜひいいねを1回だけクリックお願いいたします。というわけで今回はこの辺にしたいと思いますけど、もののけ兄さんアクアリウムチャンネル、実は最初の動画投稿から5年が経ったわけなんであります。というわけでこれは大変ありがたい話なんですけど、ありがたいついでにおめでとうコメントなどいただけるともっとありがたいわけなんであります。というわけで今回もお相手はもののけ兄さんだったわけなんであります。ではまた次回お会いしましょう。